はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月7日満月から3月22日新月までの流れと、あとですね、やっぱり3月ってとっても星の動きが華やかで重要なので、少し復習というかおさらいで星の解説をさせていただきます。その後タロットリーディングさせていただきますね。まず星の解説からですが、3月7日の満月っていうのはほぼもう2月20日の新月から始まってるんですけども、とってもなんか穏やかな何かが溶けていく、自分のダメだったところとか許せなかったところとか溶けていくよっていう流れがもう2月20日から始まっているので、少し何かこう問題が問題じゃなくなるとか、ちょっと緩くなったなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でこの3月7日の満月っていうのがピークで、こう今まで堅くなにね、こう絶対こうしなきゃいけないんだと思っていたこととか、こうすべきなんだみたいな、こう何かしらのこの防衛で固めていたエネルギーっていうのがこうちょっと溶けていって、ゆっくりなんですけど見えない形で溶けていって、実は自分の奥底にある本当の願いとか、実はこんなことしてみたかったとか、こういうの好きだったみたいなことがこうちょっと見えてくるみたいな時なんですね。今まではもう防衛でそんなものも感じなかった、忘れてたっていうものがもう一回復活してくるみたいな形なので、これはとってもクリエイティブなエネルギーなんです。自分の生活や人生に喜びを復活させるみたいなエネルギーなんですね。なのでこれは本当に関連してるなと思うんですけど、こう溶けていったからこそ出てくる本当の思いっていう形です。ただそこにこの満月って乙女座で起こる満月で、非常に論理的で分析的な批判のエネルギーが思考の中で繰り広げられるっていうのがあって、自分の中からようやくこう優しいエネルギーとか楽しいエネルギーやってみたいなっていうのが出てくるんですけど、同時にそれをなんかこう妨害するような、阻止するようなエネルギーがあって、それをするにはまだまだ時間がかかるとか、もっとこうしなきゃダメよみたいな、そういうこう自己ジャッジだったりとか、自分の限界を知れようみたいな、そういう言葉、頭の中の声っていうのが聞こえてくるかもしれません。そういうすごくリスクヘッジみたいな、一見非常に有効な知識というか情報に見えるんですけども、実はそれは自分が本当にそれをやって失敗したら怖いとか、そんなことできなかったって思いたくないっていう自分の防衛から、それはやらない方がいいという理屈を頭の中で作って自分にストップをかけてるだけかもしれないので、こうせっかくねこの満月の時にこう芽生えてきたこう喜びのエネルギーっていうものを消してしまわずに、こう誰かに言ってみてほしいんです。もう表に出してやってほしいんですね。こんなこと恥ずかしくて言えないとか、表に出せないと思ってたことを思い切って言ってみるとか、発信してみるとかすると、消えずにね育っていく可能性がありますので、是非そうしてほしいなと思います。そしてこの時に何かこう葛藤をね感じる方が多いんじゃないかと思うんですね。せっかくこう出てきた、こうしたいなっていう思いと、いやそんなこと無理だっていう思いと、要は新しく何か変わってきたエネルギーと、昔ながらのやり方で守っていこうよっていうエネルギーがこうちょっとこう喧嘩するみたいな感じで、そのフラストレーションがこう自分に向かって自己批判的になるか、もしくは誰かに対してのイライラとして出るかもしれませんので、でもこれは2、3日経てばすぐ消えていくものですけれども、ちょうどこの3月7日って満月だけじゃなくて、こう土星というね、忍耐とか制限とか規則とかルールっていう、すごくこう固く今まで積み上げてきたエネルギーっていうものがここから溶けていくよっていう変わり目だったりするんですね。でこれはすごく星では重要な動きでして、3月7日だけじゃないんですよ。ここから約2年半かけて、いろんな自分の中のルールや規則や、こうあらねばならないと思っていたものをゆっくりと溶かしていくよということなので、一番はこう自分を許せるようになるんじゃないかなって思うんですね。ですからどんな自分を許したいかっていうのを、もう本当に本当は2月の20日ぐらいからもう自分で意図していただいて、カペラノートには書いていただいたと思うんですが、そうやってやっていただくと、さらにこの3月7日にもし葛藤があったとしても、それだけ今自分が何かがこう芽生えてきてるんだなっていう証拠ですし、でそこからじゃあそんな自分をどうやって許していくのかなって、もっと難しいやり方ではなくて喜びに沿ったやり方があるかもなっていうふうに変わってくると思います。でそしてその次3月17日が、ここからね金星という価値っていうものがまた違う形に変わってくるんですけれども、この3月17日までっていうのはとにかく何か新しいことを起こしていこうみたいな、新しい喜びっていうものが出てきそうな流れで、そこからそれを固めていこう、じゃあそれを手にしていこうってした時に、
今まで自分が感じていた義務感だったりとか仕事のやり方だったりとか、それって本当にこのままでいいのかなっていうことを、17日ぐらいはちょっと考えるかもしれませんね。すごく忙しい経験をして、やっぱりこれはやりがいがあるって思うのか、やっぱこういうのは嫌だって思うのか、そういったものも感じながら本物が残っていくっていう流れです。そして3月19日から思考とかね、ビジネスとかっていうそういうものを司る彗星がお羊座に入るので、ちょっとパキッとね思考がはっきりする、シャキッとするっていうのがあるんですね。ですからもし3月7日ぐらいにやりたいな、でもどうかなみたいな迷う気持ちがあるとしたら、3月19日にはもう答えが出るかもしれません。そしてその次3月21日22日と、もう本当に21日は春分ですし、春分っていうのは先生術でいう1年を占う重要なタイミングなので、重要すぎて気軽に言えないという感じもあるんですけど、そのあたりはですねまた次の動画でしっかりと解説しようかと思っています。もうとにかく3月はまずは3月前半は何か自分の中から芽生えてきているものを消さないでねって、自分の批判的な思考で消さずに芽吹かせてねっていう感じです。ちょっとそれを踏まえてタロットをやっていこうと思うんですが、実は今度3月18、19日にタロットの YouTube ライブをやろうと思います。ライブでリーディングしようと思います。ですので時間は今画面に出ていると思うんですけど、この時間帯で2日間にわたって各星座30分ずつやっていきますので、リアル参加できる方はその場でチャットしていただければ、質問もできるだけピックアップしてお答えしていきたいと思います。はい、ではここからこれらの星の動きを踏まえてタロットリーディング各星座よろしくお願いします。では獅子座さんのタロットリーディングさせていただきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップキング、カップエース、忍者の逆ですね。デビル、そこからのストレングス、ペンタクルスエース、そしてカップページ、対策はジャスティスの逆とソードクイーンの逆と、オラクルはマジシャンです。おめでとうございます。で、いいですね。獅子座の皆さん今星で見るとちょっと気持ち的なものが大きくなっていて、外側の世界でどうこうっていうよりも、決して悪い時じゃないんですけど、外側の世界でどうこうっていうよりも何か自分が内側に入って見えないところにいながらいろんなことを考える、いろんなことを感じる、ある意味直感もすごく働きますし、どうやって自分の価値をもっと構築しようかとか、こんなにやってきてよかったなみたいな、そういう自分の価値っていうのを他者から感じる方もいらっしゃるでしょうし、むしろここからどうやって自分の価値を表現していこうかみたいなことを思う方もいらっしゃると思うんですね。で、今のこの流れを見ると比較的周りの人に優しくしてもらったりとか良くしてもらう機会が多かったのかなって感じがします。で、それがいわゆるここまでやってきたことに対する自分の価値とか評価とか、何か見えないものを受け取るよっていう時だったりするので、そういう過去からの自分の積み上げてきたものの恩恵を今受け取るとか、何かいいものを受け取ってるなって感じがします。で、それは現金とかそういうものではなくて思いですね。なんか誰かの優しさ、ハート、愛情、例えばあんまり接してこなかった父親の愛情とかもそうだし、前勤めてた会社の上司とか、何か教えてくれた人っていう、何かちょっと男性的なエネルギーですごく優しいエネルギーっていうものを今自分が受け取って、自分の中にはこういう思いが根付いてるとか、なんかそういう感じ、とってもなんか今すごく、今感じやすい時だと思うのでより一層だと思うんですけど、この2月末からのですね優しいエネルギーを獅子座の皆さんすごく受け取ってるのかなって感じがしました。受け取ってるんですけど、でもその分何かものすごくこだわっている、なんでしょうね、このデビルって。このデビルが出る時っていうのはやっぱり自分がやはり何かにとらわれてしまってる、こだわってしまってる、気にしてしまってるっていう時に出てくるんですね。で、これは誰でもそういう感情になる時あるので、そんなに怖がる必要はないんですけども、なんか絶対こうしなくっちゃいけないみたいな、なんかそういう思いがもしかしたら自分を縛ってるかもしれないので、
ちょっと息抜きが必要ですね。ちょっと見てみますね。その後でもすぐあれですけどね。ソード5の逆っていうのはやはり何か自分が勝手に気にして、自分を責めてるみたいな感じがありますね。あのあれみたいななんだろうな獅子座の皆さんはぜひちょっと意識していただきたいんですけど、今自分が過去にやったことの、それがもし間違いだったとしても、誰かに迷惑をかけたことであったとしても、でも一生懸命やったことだってあると思いますし、その良かれと思ってやったことの恩恵っていうのを今受け取れる時なので、今自分は受け取る価値がないとか、できてないとか、周りと比べてどうだとかって考える必要は一切ないんですね。でせっかく今そういうエネルギーが来て、優しくていい感じだなっていう時にもっと自分は評価されるべきだとか、本当に自分のことを愛してくれてるならこうすべきだみたいなのとか、そういう自分の中のマイルールというか、きっとこうだったらこうしてくれるだろうみたいなものはもうできるだけもう手放しましょう。っていうのは、全部なんか独りよがりですよみたいな感じで言われてる気がしたんです。これは独りよがりという意味のカードではないんですけど、でも私はそう感じたんです。特にこのソードの5っていうのは、なんか自分がやってることって間違ってるのかなとか、自分がやってることって周りからは受け入れられませんよねみたいなことを勝手に思って自分が心を閉ざしていたりとか、なんか自分の中で温めていることあるんだけど、なんかそれはまだやっちゃダメとかできないとか、まだ準備ができてないみたいな、冒頭で言ったちょうど3月7日の満月のエネルギーにぴったりなんですけど、それで自分を縛ってるのかなっていう感じがして、いやいやいや、もう本当に扉開かれてますから、もうそんな昔の意識で自分を縛うのはやめましょうって感じがしますね。でここからでもすぐにね切り替えられるはずです。もうストレングスが出ているので、なんかそこまで落ちたら復活するのが早いみたいな感じでね、自分のことをもう責めるのやめたみたいになると、特に3月7日過ぎたらそうなっていくと思うんですけど、その後にストレングスで本当の自分の力をね思い出すみたいな、もう私の特技はこれだとか、私のいいところはこれだみたいな形で本当に何かそれを思い出して力にしていく。でそれを本当に形にしていけます。これ素晴らしいです。もうスタートスタートスタートって3つも出てるので、なんかよっぽどこの星ではね3月後半の方がすごく動きますけど、いや獅子座の皆さん3月前半からもう動けるんだみたいな感じがあります。そしてこのとてもクリエイティブな何かが生み出されていく、新しいことを始めていこうみたいな、そういうエネルギーもすごくあります。すごくいいですね。やっぱり人ってこういう気持ちのね経過プロセスって必要だと思うんですよね。自分を責めてみるとか、至らないとかいろいろ思った上で、いやでもって言ってやっぱそこから奮起する、誰かに認められて奮起するのではなくて、自分でちゃんとそれを認めて自分の強みを思い出していくっていうのはすごくいいと思います。でそこから形にしていきますし、喜びも出てくるしということで、何が始まるんでしょうね。獅子座の皆さん、何かこの期間に私こんなこと始めますみたいなことがあったら、ぜひコメントで教えてください。読みながら応援します。はい、でちょっと対策として言われているのがジャスティスとソードのクイーンということで、どっちが得かなとか、どっちの方がいいやり方なのかなっていうことはあまり考えなくてもいいですよっていう感じがしました。もう本当に考えてるうちに時間を経ってしまうっていう形で、もう目の前にあることをこなしていきましょうみたいな感じです。誰も批判してませんからね。なんか勝手に批判されてるんじゃないかっていう意識があるのかなと思ったんですけど、いやいや批判されてませんから、現実世界は全然自分で自分を縛ってるだけなんでね。でそしてオラクルはやっぱりマジシャンということで、これはもうスタートします、始まりますっていうことで、何を始めたいですか。ちょうど3月7日って自分を許して、今までの自分のなんかこんなんじゃダメだっていう思いを許して何か進んでいくっていう流れですけど、実際本当に何を許して進んでいくんでしょうか。これはあらゆる出来事に可能です。特にこのカードっていうのは4つのスートを使って、これから魔法を使って新しい世界を生み出していくよっていうカードなので、新しい世界を獅子座の皆さん作っていけるんだなって感じです。うん。
何か小さいものとか部下とか、新人さんとかもしくは年下の人とか子供とか、そういう自分よりもちょっと手をかけてあげたいなって思う人に対して何かをやってあげるっていうことで、本当に自分の強さっていうのが出てきそうな気がしますね。でその時に「いや私なんか役割不足だから」とか、そんなの全然関係ないですからね。あの今自分から芽生えてきてるこんなことやってみたかったもそうだし、これが私の望みだったとか、これ私の強みだったみたいなことが出てくるっていう感じがしたのでよかったと思います。なので仕事においても何かワンランク上に行けるっていう感じもありますし、やり方が変わったとしてもね、人間関係も誰かとべったりとかじゃなくて、人に評価されなくても自分のこと認められる、ちょっと自分のこと好きになったみたいな、そんな感じもありますし、はい、いいですよね。大アルカナが多いですし、とても強いです。何かいい動きがあるんだと思います。で、そのヒントというのは、その見えないところからやってきてる恩恵、過去からの恩恵を今受け取ってるんだと思うんですね。はい。ということで、最後にもう一枚だけ見てみたいと思います。なんだろう、これですね。はい、何かこれペーシェンスっていうカードなんですけれども、今やっぱり学んでるところですよと、いろんな情報を集めてね、でそれをぜひ楽しんで学んでくださいと。今の自分の立場っていうものがあの、今の自分の立場で、いること自体に学びがありますよっていう感じです。いいですね。はい、ちょっと深く解説はやめますが、何かやっぱり獅子座の皆さん、深く考慮できる時ではあるんですよね、今。なので表立ってどうこうとか急にガガガッと進むわけじゃないんですけど、何か受け取ってるし感じてるし、自分の中でも何かを終えてるし、今の状況の中で十分学んだよっていうことがあれば、次へ進んでいけるんだなって感じがしました。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回ぜひですね、獅子座さんは3月18日の10時からです。はい、よかったらライブリーディングご参加ください。ということで最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。